こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は紅茶入りの生地にレモンのコンフィを巻き込んで焼く紅茶レモンブレッドの作り方をご紹介します。紅茶の香りとレモンの酸味がよく合った爽やかで美味しいパンが焼き上がります。仕上げにアイシングで飾り付けすればケーキのような素敵な雰囲気になります。レモンがお好きな方はぜひ作ってみてくださいね。用意する材料はこちらです。まず生地作りです。熱湯にバターを加えて溶かします。バターが完全に溶けたら牛乳を加えて適温にします。熱すぎるとイーストが活動しなくなってしまいますので、ぬるめのお風呂くらいの温度を目安にしてください。ドライイースト、砂糖、塩を加えて軽く混ぜます。軽く混ぜたら強力粉と紅茶葉を入れて混ぜます。紅茶はできるだけ細かいものがおすすめです。茶葉が大きいものは細かく砕いてから加えてください。深めの容器で作る場合はゴムベラを使うと混ぜ込みが楽にできます。粉と水分を混ぜ込んだら生地の上下を返すようにして混ぜていきます。まんべんなく混ぜ合わせると生地がしっとりしてツヤが出てきます。粉っぽい部分がなくなったら容器全体に広げます。表面を平らにしておくと生地の高さで発酵の様子がわかります。温かいところで生地が2倍の大きさになるまで一次発酵を取ります。レモンのコンフィを作ります。レモンは小さいものなら2個、大きいものなら1個、お好みのものを用意します。レモンの表面に塩をつけて香りが出るまでこすります。こうすることで薬品などが取れて砂糖が染み込みやすくなります。その後よく水洗いして水分を拭き取ります。レモンの端を少し切り落として3ミリの厚さに切ります。耐熱ボウルに入れて砂糖を加え軽く混ぜます。ラップを貼り付けるように乗せて600ワットの電子レンジで7分加熱します。加熱が終わるとこのように果汁が出ています。この果汁も後で使いますので捨てないようにしてください。生地の高さが2倍になってこのように細かい気泡の穴がたくさん開いていれば十分に発酵している証拠です。生地が十分に発酵したら一次発酵が完了です。生地の表面に打ち粉を振って生地と容器の間にゴムベラを差し込みます。十分に発酵している生地は容器を逆さにすると自然に出てきます。生地の表面に打ち粉を振ってガス抜きをします。余分な粉を払いながら生地を何度か折りたたんでしっかりガス抜きをします。
最終的に生地を張らせるように丸く整えます。6等分に切り分けて、それぞれの生地の重さを均等にしてください。シワのない部分を広げるように貼らせて、裏側で閉じます。全部丸め終わったら、このまま5分休ませます。今回使う型は直径18センチの底が抜けるケーキ型です。テフロン加工ですが、内側に油を塗っておきます。キッチンペーパーにレモンのコンフィを並べて水分を切っておきます。休ませた生地を手で押して平たい円に伸ばします。さらに綿棒で直径12センチに伸ばします。先に手で丸く伸ばしておくと、綿棒で伸ばす時にも形が整いやすくなります。伸ばした生地の中心にレモンをのせて、両端の生地を内側に畳みます。合わせた生地をつまんで留めて、軽く叩いて少し伸ばします。中心にレモンをのせて包むように巻きます。生地をつまんでしっかり留めます。伸ばした生地の中心にレモンをのせて、両端の生地を内側に畳みます。軽く叩いて少し伸ばします。中心にレモンをのせて包むように巻きます。生地をつまんでしっかり留めてください。6個の生地を均等に型に並べます。内側の壁にくっつけるように置くと、中心に向かって生地が広がります。シャワーキャップをかぶせて、暖かいところで3倍の大きさになるまで二次発酵を取ります。オーブンの発酵を使う場合は45度で40分から60分を目安に発酵させてください。このように生地同士の間隔がなくなって十分に膨らんでいるのを確認できたら予熱を始めます。表面にレモンをのせて果汁を大さじ2杯かけます。170度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。これで出来上がりです。すぐに型から取り出して生地の中の熱い蒸気を出してください。型に入れっぱなしにすると生地の側面がしぼんでしまう原因になります。冷ましている間にアイシングを作ります。粉砂糖に水を加えてよく混ぜます。よく混ぜてから、硬い場合は少量の水を加え、柔らかい場合は粉砂糖を足してください。アイシングの硬さはすくってゆっくり落ちるくらいが目安です。パンが完全に冷めたらアイシングを少しずつかけてデコレーションします。
ケーキのような華やかなパンはプレゼントにもぴったりです。パン生地はとても柔らかくふわふわです。このパンは翌日もふんわり柔らかいまま召し上がっていただけます。紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさがとても美味しいパンです。アイシングの甘さが加わるとさらに美味しさが増します。作り方も難しくありませんので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。